こんにちは、東京ベジライフのなつきです。3週間のマインドフルリビング、自由な一歩を踏み出すウィーク3にようこそ。一皿のカレーが教えてくれること。数年前、インドに現在の夫と渡り、2年という長いようで短い期間を過ごしたとき、知っているようでインドカレーのことを全く知らなかったという事実に気づくのに時間はかかりませんでした。インド人のレスパイシー、辛くないは日本人の大辛レベルであること。インドでは朝から晩まで日本人の考えるところのカレーを食べているということ。インド人にとってのカリーは日本人の想像するカレーではないということ。地域によって多種多様なカレーがあるということ。レストランの料理と家庭料理が全く違うということ。などなど。中でもまずびっくりしたのは、ベジとノンベジという区別。インドの人口の過半数を占めるヒンズー教徒はベジタリアンが多く、ベジ、菜食のレストランが多くあるだけではなく、普通のレストランでも当然のようにベジメニューがあります。そして大抵の場合は、厨房でベジとノンベジの料理をする調理器具も分けられていて、サブウェイに行けばサンドイッチを作るカウンターがベジとノンベジで分かれているのです。私はその当時ベジタリアンではありませんでしたし、知り合いでもベジタリアンはほとんどいなかったので、菜食は全く未知の世界でしたが、ベジが選択肢として当たり前のようにある生活にすぐ慣れていき、野菜しか入っていないカレーという日本ではまず頼まなかったであろうカレーを違和感なく注文し、美味しくいただくようになりました。そしてインドで手に入るお肉、お魚の鮮度に不安があったため、私自身家で作るときは野菜中心の料理が多くなっていきました。とはいえ、インドに住んでいたとき、インドカレーを実際に自分で作ったことはありませんでした。周りの日本人はインド人にお料理を教えてもらったりしていましたが、正直なところ、どこに行ってもカレーの香りで、わざわざ家でまたカレーを作ろうという気分にはならなかったのです。インドから帰国した当初は、もう一生分くらいのカレーを食べたと思い、しばらくの間ほとんどカレーを食べずにいました。それがインドでは全くやっていなかったヨガをはじめ、菜食になったこともあり、徐々にインドで食べた味が恋しくなっていきました。そこから少しずついろいろなレシピを試して、食べた味を思い起こしながら作るを繰り返すようになり、今では週に一度は必ずカレーを家で作り、ガラムマサラなどのスパイスミックスも自分で調合するようにまでなりました。一皿のカレー作りはスパイスを炒めるところから、適当にその時の気分で思いついたものを入れてみます。和の野菜も躊躇なく入れて、未知なるスパイスとの出会いに少し戸惑いを見せながらも、どんな野菜もスパイスとすぐに仲良くなってしまいます。食欲をそそるカレーの香りが家中を包むと、その香りがいろいろなインドでの思い出を蘇らせます。それなりに大変なこともあったと思うのですが、楽しかったこと、笑いが止まらなかったことしか思い出せないのが不思議です。そして何より問題に直面しても、首を横に振りながらノープロブレムとなるようにしかならないと、前に進んだり進まなかったりするインド人の強さ、憎めない可愛らしさ、ピュアで温かい心を思い出し、胸がいっぱいになります。私にとって一皿のカレーは心を元気にしてくれる魔法のお料理。皆さんにとってのそんなお料理は何ですか？ 3 週間のマインドフルリビング、自由な一歩を踏み出すウィーク3は、そんなお料理で心をしっかりチャージしてスタートしていきましょう。未来の自分に出会うメディテーション。楽な姿勢で座ってゆっくりと目を閉じていきましょう。だんだんと呼吸を深めていって、肩の緊張を解いて、顔の緊張を解いて、少し笑顔を作っていって、深い吐く呼吸とともに体の中に滞っている突っかかりを感じるエネルギーを体から出して、深い吸う呼吸とともにポジティブなエネルギーをたっぷりと体全体に取り込みましょう。吸って吐いて、
吸って吐いて、このメディテーションは1年後のあなたに出会う旅。これから1年間いろいろな選択、判断、決断をしていく中で、全てがあなたにとってベストの結果につながった時の1年後のベストなバージョンのあなたに会いに行きましょう。先入観を持たずに、こうなっていてほしい、こうなっているはずというイメージも持たずに、オープンマインドで1年後のベストなバージョンのあなたを迎えていきます。今あなたは誰かと会話をしたい時に訪れる場所にいます。心が落ち着き、素直な自分になれる場所。お家のリビングルームかもしれませんし、お気に入りのカフェかもしれません。その場所でいつもの心地いい空気を感じます。すると視界の端っこから誰かがやってきたのがわかります。その誰かはゆっくりとあなたの方に歩いてきて、今あなたの前に立っています。あなたは一目でそれが1年後のベストなバージョンの自分自身であることに気づきます。1年後のベストなバージョンの自分自身を目の前にして、どんな気持ちを感じるでしょうか。1年後の自分自身を足元から観察していって、どんな靴を履いて、どんな服を着ているでしょうか。何かアクセサリーはしていますか。体を見て何か気づくことはありますか。そして顔を見て、リラックスした表情、喜びに満ちた表情、自信に満ちた表情、どんな表情を浮かべているでしょうか。その表情からどんな雰囲気、エネルギーを感じますか。1年後の自分自身にこのメディテーションに来てくれたことをまず感謝し、少しお話ししませんかと声をかけましょう。きっと1年後のあなたは喜んで話をしたがることでしょう。なぜなら1年後のあなたは今のあなたの状況をよく理解しているから。今のあなたのいる場所に1年前にいたことを覚えているから。1年後の自分自身に今の一番大切なものは何か聞いてみましょう。何か行っている活動、時間、人、お金かもしれません。1年後のあなたにとって一番大切なものは何か尋ねます。その質問をした時の1年後の自分自身の表情、リアクションも観察して、どんな答えが返ってきていますか。同じように1年後の自分自身に今一番嬉しく感じることは何か聞いてみましょう。そしてなぜそれが一番嬉しく感じることなのか聞きます。次にどうやってそこにたどり着いたのか尋ねてみましょう。1年の間にどんな重要な選択、判断、決断があったでしょうか。どんなステップを経て1年後にベストな自分になったのでしょうか。最後に1年の間に手放したものの中で
一番重要なものは何だったか尋ねてみましょう。なぜそれが一番重要なものだったのでしょうか。そして会話の最後に1年後の自分自身にその体の中に入ってもいいか聞いてみましょう。きっと1年後のあなたは今のあなたを心よく受け入れてくれるはずです。1年後の自分自身の体に入ったとき、静けさ、愛情、自信、力、どんな感覚が湧いてくるでしょうか。1年後のあなたから見て、今はどう見えるでしょうか。今のあなたにとって大切なものはどう見えているでしょうか。ゆっくりと1年後の自分自身の体から出て、今の自分に戻っていきながら、心よくあなたを受け入れてくれた1年後の自分自身にありがとうと伝えましょう。今日1年後のあなたから感じられたエネルギーを、得られた答えをもう一度思い出して、これから何か迷ったとき、疑問に思ったとき、いつでもこの場所に戻ってこれることを忘れずに、未来のベストなバージョンのあなたは、すべての答えを持っていることを忘れずに、ゆっくりと呼吸を深めていって、今このメディテーションを行っている場所、部屋に意識を戻していきましょう。足先、手の指先を少し動かして体に感覚を戻していきます。ゆっくりと目を開けていきましょう。メディテーションから戻ってきたら、メディテーションで起こったことや感じたことを書き留めます。夢と同じで目が覚めた時は覚えているのですが、すぐに記憶が薄れてきてしまいますので、なるべくすぐに書き留めることをお勧めします。今日は1年後のベストなバージョンの自分に出会う旅をガイドさせていただきましたが、1年後の自分自身に出会えたでしょうか。1年後の自分自身が現れずに、何か別の誰か別のものが現れたとしても、何も現れずにただ何か風景が見えたとしても、それは決して失敗ではなく、それぞれに何か意味があるはずです。何か悩み事がある時や大きな決断に迫られた時に、このメディテーションをまたしてみてもいいですし、定期的に行って自分自身とのミーティングの時間にしてもいいですね。やりたいことと進むべき方向。ここにずっととどまっていたくはない。ここは私のいたい場所ではない。そう思いながら、じゃあどこに行きたいのと自分に問いかけると答えに詰まってしまう。私は長い間そんな状況にありました。やりたいことが見つからない。パッションが見つからない。それを理由に現状に満足していないのに歩き出すことができずにいました。仕事や恋人のいる、ある意味居心地のいい環境を捨ててまでやりたいことがあるわけではないし、と。しばらくそうしていましたが、最終的にはやりたいことが見つからないのであれば探しに行けばいいと会社を辞めて、自分を見つける旅と称して海外に行きました。それで情熱を感じられるものに出会いましたといえばとても美しいストーリーになるかと思いますが、実際には右往左往し、どうやってここにたどり着いたのかもわからないほど、前にいた場所からかけ離れた、想像もしなかったような場所に今います。もちろん環境を変えたことでやりたいことに出会ったということはあると思いますが、やりたいことは探しに行くものでも見つけるものでもない気がするのです。興味のあることをしていたら、芋づる式に何かつながっていくもの、どこか一つの終着点があるわけではなく、何かが見つかって終わりということではなく、常に進化していくもの、そしてやりたいことは進むべき方向を指し示してくれるものでもない気がしています。どちらかというと、
その時にやりたいと思うことをしていれば、自然と進むべき方向に向かっていくのではと思います。心の準備ができて、新しい道、進むべき道を受け入れる体制が整い、時が熟したら、おのずと道は開けてくるのではないでしょうか。今日からジャーナルに何か興味を持ったことがあれば書く癖をつけてみませんか？ニュースを見ていて、おっと思ったこと、外を歩いていて見かけた光景や見つけた何か、ポッドキャストを聞いていてなるほどと思ったこと、そんな興味を持ったことの集まりは、ひらめきやアイデアの集まりでもあります。どんな小さなアイデアでも、何がどこからどう膨らみ大きなアイデアになるかはわかりません。また、興味を持ったことを書き留める癖をつけると、毎日がたくさんの小さな発見の集合体になり、同じことの繰り返しのように思えた日常も楽しくなって、充実感が生まれると思います。そして書き留めたアイデアは定期的に読み返すこと。何が磨けば輝くダイヤモンドの原石かは分かりません。アイデアを見返して自分の中で深掘りして考えてみると、頭のいい体操になりますよ。やりたいことを見つける旅は、普段より少しアンテナを張って感度を高めながら、エネルギーを内側に向けてひらめき力や考える力を鍛えることから始まります。今日からその一歩を踏み出してみませんか？視野は広く、横は見ない。新しい一歩を踏み出そうとするとき、周りの人について、そして周りの人がいる中での自分のポジションについて気になることがあると思います。例えば、ずっとやってみたかったダンスに挑戦しようと思い、ダンスクラスに通う。最初は少しステップが踏めるだけで楽しかったのに、だんだんと周りで上手に踊っている人たちのことが気になり始めてしまう。同時期にクラスに通い始めたはずなのに、自分より上達のスピードが速い人が羨ましくなってしまう。そしてだんだんと、もう何ヶ月も通っているのにそんなに上達しない人として見られてしまうのではと怖くなって、始めた時の楽しさが薄れてくる。習い事に関わらず何か新しいことに挑戦して長続きしないのは、認めてもらいたいという気持ちが純粋な楽しさに勝ってしまうことが多いからではないでしょうか。もちろん新しいことを始めて、新しい人と知り合い、つながることで得られることもたくさんあり、一緒に学ぶ人、切磋琢磨する人がいるから続けられる部分も大きいと思います。一方で、人は人、自分は自分という一線も忘れてはいけません。どんな場面においても自分より上を行く人は必ず存在します。そんな人たちの存在を気にしたり、自分はどれくらいの人たちにとって自分より上を行く人なのか、つまり自分より下にどれくらい人がいるかで自分の存在価値を測るようになると、純粋な楽しさ、嬉しさ、喜び、感謝の気持ち、幸福感を感じるのが難しくなります。そして私たちは他の人に何かいいことがあったとき、それを素直に喜ぶことはできているでしょうか？彼女すごいイケメンと結婚したらしいよ。彼始めた事業が大当たりして来月上場らしいよ。あの人のチャンネル登録者初めて3ヶ月で100万人突破らしいよ。そんな話を聞くと、どうも運の神様がエコひいきをして彼らの運を良くしたような気になったりします。自分に来てもおかしくなかった運が彼らのところに行ってしまったなんていう気になったりするのです。そんな時、彼らの成功の裏に並々ならぬ努力があったかもしれないことなど考えません。そして彼らに運の神様が味方をしたとしても、授けられる運の量が減ったわけではないとは思いません。幸運の女神には前髪しかないと言いますが、努力をしながらしっかりと準備をしていれば、やがて幸運と思えるような出来事が起こった時に、しっかりとそのチャンスをつかむことができるのです。他の人の成功、幸運、幸福はその人のもの。あなたの成功、幸運、幸福は全く別で関係のないものです。広い視野で考えれば、他の人が成功し、幸せになることほど最終的には自分の幸せにつながることはありません。人生何もいいことがない、幸せなことなんて何もないといつも暗い表情の人に囲まれているより、明るい表情で信じた道を頑張って進むポジティブなエネルギーの人に囲まれた方がいいと思いませんか？
そんな人がこの世の中にあふれていれば、みんなにとってより良い世界になるのではないでしょうか。視野は広く保ちつつも、横の人と自分を比べず、昨日の自分と比べて他の人にもポジティブなエネルギーをシェアできるようなより良い人間になろう。毎朝顔を洗い、歯を磨き、鏡に映った自分を見るとき、そう言って一日を始めてみませんか？深い呼吸。呼吸をすること。それは私たちが生まれて初めて学ぶこと。飲まず食わずでも何日も生きられる私たちも、呼吸をしなければ10分と生きられません。3週間のマインドフルリビング、自由な一歩を踏み出すウィーク3の5日目。今日は普段無意識にしている呼吸をマインドフルに行うプラクティスをシェアします。背中を壁につけて楽な姿勢で座りましょう。背筋はまっすぐに、顎を少し引き入れて、手は膝の上に軽く乗せて、目を閉じます。肩の力を抜いて、顔の緊張を解きましょう。自然な呼吸で気持ちを落ち着かせて、少しずつ吐く息、吸う息に意識を傾けて、呼吸の流れを感じます。吸う息で胸の左右に均等に空気を届け、胸が上に向かって、そして外側に向かって膨らんでいくのを感じます。吐く息で静かに胸の左右から均等に空気を出して、何回かマインドフルに自然な呼吸を行いましょう。次の吐く息から深い呼吸を始めます。鼻から深く息を吐いて、肺の中にある空気をすべて吐き切ります。無理にしようとせず、苦しくない範囲でリラックスした状態で行っていきます。鼻から息を吸って、お腹には息を入れずに胸に空気を入れて、ゆっくりとまた鼻から息を吐き切って、鼻から息を吸って、胸の下からだんだんと上に向かって空気を入れていきます。胸が大きく膨らむのを感じながら、背中の方にも空気を届けて、背中で壁を感じましょう。鼻から息を吐いて、胸の上から空気を出し、だんだんと下に完全に息を吐き切ります。鼻から息を吸って、胸の下から上、横、後ろ、胸全体に空気を届けます。ゆっくりと深く安定的な呼吸を保って、吐く息も鼻からゆっくりと深く長い呼吸を途切れないように、同じように何回か繰り返します。吐く息、吸う息を長く深くできるようになってきたら、呼吸のリズムを感じて、6つ数えながら吐き出し、6つ数えながら吸いましょう。
吸う息で深い呼吸を終えて、自然な呼吸に戻していきます。ゆっくりと目を開けていきましょう。朝ヨガの練習をした後に深い呼吸をすると、体を動かすことで少し散らばった意識を真ん中に戻し、深い安らぎを感じることができます。また日中に行えば気持ちが落ち着き、深くリラックスできます。心が乱れたり沈んだりした時、後で後悔しそうなことをしてしまいそうな時、誰かや自分を傷つけることを考える時、一歩を踏み出す勇気が感じられない時、この深い呼吸のプラクティスを行い、心を落ち着けましょう。諦めないこと。何か挑戦をするとき、必ず壁に直面することがあります。その壁は簡単に打ち破ったり、乗り越えたりすることができるものもあれば、先に進むことが全く想像できないものもあるでしょう。壁に突き当たったとき、諦めたくなる気持ちが湧いてくるかもしれません。いくら頑張っても壁ばかりならば、頑張り続ける意味はあるんだろうか、そう思うかもしれません。諦めたところでゲームオーバーとよく言われますが、まさにその通り。進むことによって壁ばかりであったとしても、頑張った先に世間一般でいう成功がなかったとしても、進んでいく過程の中で学びがあり、成長があります。進むのをやめれば、そこで学びや成長の機会も途絶えることになります。壁は挫折をもたらすものではなく、新しいチャンスを運ぶもの。2年半ほど YouTube に動画を配信する中で、多くの学びがありましたが、一番大きなものを挙げるとすれば、継続は力なりということ。チャンネル登録者数が伸び悩むこともありますし、頑張って作った動画に批判が殺到したり、単純にどこにも進んでいない感に包まれる時もあります。そんな時でも毎週の動画は欠かさずにアップする。今週だけお休みしてもいいじゃんと思うこともあります。そんな時、ここで諦めたらゲームオーバーだぞと自分に言い聞かせます。考えると私は諦めが早い人生を送ってきたと思います。仕事も転職が多かったのは、何か壁に突き当たった時、乗り越えた先にあることを考えずに、乗り越える努力もせずに、すぐにもういいやと諦めてしまっていました。それは自分に自信がなかったのも大きいと思います。壁を乗り越える自信がないから、挫折感を味わいたくないから、常に楽な方に逃げていた。今も自信のない自分は私の中に存在します。でも私は強い人間になりたい。だからもう逃げない。もう諦めない。諦めないことで起こった一番の素晴らしいことは、その過程をシェアすることで気づきのきっかけになった。生活を変えることにした。と多くの方におっしゃっていただけるようになったこと。自分のためだけに頑張っていると、壁を乗り越えて結果がついてきたとしても、だんだんと虚無感が生まれてくるものです。自分より大きな何かのために、少しでも多くの人が幸せに、世界が平和になるために挑戦し続けること、諦めないこと。3週間のマインドフルリビングも残すところあと1日、最終日をそんな決心とともに迎えてみませんか？締めくくり。3週間のマインドフルリビングの最終日。立ち止まるウィーク1で、今まで当たり前のように過ごしてきた日常に少し意識を傾け、手放すウィーク2でいろいろな縛りから自分を解放し、自由な一歩を踏み出すウィーク3で、今より少しだけ前に進む心の準備をしていきました。早寝早起き、朝のヨガや瞑想、意識的なお料理や食事、ジャーナリングなど、新しいポジティブな習慣にも挑戦いただけたでしょうか。今日は3週間前にマインドフルリビングに興味を持った自分、そして3週間後の今の自分を見つめ、どんな変化があったかを考えて、ジャーナルに書き出してみましょう。食事、運動、消費を含む生活習慣、健康に対する姿勢、考え方、仕事の仕方、人との関係、付き合い方、夢、目標への思い、何か変化があったことがあるかもしれません。
大きな変化はなくても、もやもやとしていた気持ちが少しクリアになった感じ、少しの気持ちの動き、視野の広がりはあったかもしれません。どんな小さな変化でも書き出して心に留めておきましょう。そしてこれからもできる範囲でジャーナリングを続けて自分との対話を記録していきましょう。マインドフルリビングのアイデアのシェアが新しい気づきのヒントとなり、これからの日々がポジティブで温かなエネルギーで満たされますように。3週間のマインドフルリビングをお聞きいただきありがとうございました。Thank you for listening. See you next time.